Hi everyone! Thank you so こんに much ち for は。watching. こんにちは。はい。Dana and Erica from Japan を見ていただきありがとうございます。はじめましての方も Welcome です。よろしくお願いしありがとうございます。ます。このチャンネルでは、日本と海外の文化の比較をしたり、外国人 YouTuber さんとコラボしたりしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい。では、始めましょう。今日は YouTuber さんをされているロシア人のあやてぃさんのインタビューを行いたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですね。はじめまして。はい。じゃあちょっと軽くおはい、互い自己紹介できたらなって思います。はい、はい。じゃあはじ一応私、めます。はい。かぶっちゃった。じゃあ私からいきますね。はい、はい。私はデイナと言います。今23歳で、アメリカ育ちで、私はお母さんが日本人なので、日本語はずっと使っているんですけれども、一応大学3年生の時に交換留学で東京に来て、コロナでそのまま残って就職して、今はフリーランスで英語を教えたりしている感じです。はい。よかったら、あやてぃさん、すどうぞ。ごいです。はい、はじめまして。あやてぃです。純ロシア人で生まれ育ちはロシアなんですけど、日本語喋れます。日本には住んだことあって、それで、それ以外ずっとロシアに独学で日本語を勉強してました。あと24歳です。ですね。そっか、YouTube もちょっと拝見したんですけど、はい。そう去年の7月に24歳になったんですよね、確か。あ、そうなんです。そうはい。ですよね。私、3月に24になるので、日本だったら同あい年です。そうなんですか。そうなんですよ。うん、めっちゃ偶然ですね。あそっか。っていうか、日本語めっちゃ上手ですね。りがとうご多分、ざいます。みんなに言われると思うんですけど。いや、でも毎回嬉しいです。あ、よかったです。か。今はどこに住んでるんですか？今はフィリピンです。日本に行けなくて、とりあえずアジアの国行きたかったので、フィリピンにしました。いいですね。フィリピンはいつから滞在されてるんですか？あ、そんなに長くないんですよ。2ヶ月か3ヶ月ぐらいです。はいはい。あ、短いんですね。うん。なんか、なんだろう、留学ビザみたいな学生ビザ？そうでもないんです。フィリピンはなんか観光ビザですごいうん行きやすくうんうん。て、ロシア人はそもそもビザ自体はいらないんで、たそうだ入なんですね。国できるので、それで友達と一緒に暮らして、えー、YouTube とかいろいろ頑張って。えー、ですね。はい。いつまで残る予定なんですか？3月には一旦韓国行っお、て、その旅行、旅行で韓国行って、1週間だけなんですけど、それからまたフィリピンは1ヶ月だけ延長なしでうん。ビザいらないはい時もあるはいはい。んですけど、1ヶ月だけで。で、一旦帰って1ヶ月過ぎたらロシアに帰る予定です。ああ、そうなんですうん。ね。わかりました。そっか。そのうちに日本に行けたら、すぐに行きたいんですけど。いやー、ぜひ来てください。会いましうん。ょう。そっか。じゃあ、今はフィリピンではどんな活動をされてるんですか？はYouTube しかやってないんですけいはど、い。なんか他のもやろうかなと思ってて、その最近はコスプレイヤーとしてその活動をやってみようかなと思ってて、その知り合いの日本人のなんかアニメショップなんか作った人がいて、その社長さん。で、そはい。れでお店の宣伝してもらえたら、そのコスプレもなんか衣装とか用意してくはいれるらはい。しい。それそれ楽しでもうやそうですね。ろうかなと思います。はいはいはい。コスプレとかされたことあります？この前、初めて買ったんですけど、コスプはい。レ衣装。はい。あ
知ってるかわかんないですけど、今流行ってるチェンソーマン知っえわてます？からないかもしれないです。多分、視聴者さんたちはわかるかもしれないです。ああー、はいはいはい。チェーンソーマンのマキマさんっていうキャラクターをコスプレしてみました。まだ そうなんです。YouTube にあんま出してないんですけど、まあ、これから TikTok とか、まあ、Instagram にすごい出そうと思います。うんまだ全うんうん。然アップしてないんです。ああ、じゃあ楽しみですね。これから。はい。そっか。じゃあ、なんだろう、なんかメインの活動はロシアでっていう感じで、まあ、ロシア、YouTube ですよね。一応登録したのは、まあ、ロシア、今うん、住んでるところはロシアだから、そはい。の、やっぱその YouTube 自体は、何でしたっけ、契約みたいなのしないといけうんうん。ないんじゃないんですああ、か。あれは、はいはいはい。住んでるところじゃないと無理っていうなる感ほど。じで、だからまあ、ロシアで登録しても1年ぐらい、もうちょっと、それでやってます。そうなんですね。じゃあ全然 YouTube で生きていける感じですか？うん、まあまあって感じですよね。すごいですね。うん。はい。最近のあんま伸びないんですけど、その日本に帰ってきたら、頑張ろうと思って、多分いっぱい撮れそうな動画あるので、はいはい。観光系の動画やりたいんですよ。いや、いいですね。いや、うん。早く来れるといいですね。うん、うん。さあ、ロシアの方では、なんか、どの辺に住んでるんですか？聞いてもいいなら。ねえ、ロシアの一番多くのところ、ジョージアとか、うんうんそのうんうん。ヨーロッパらへん、はい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 。そこら辺に住んあ、でます。一そうなん番南なんで、多分、今の東京と比べたら、天気はあんま変わんないんですよね。そうなんですはね。そっか、なんか寒いイメージしかないです。い。でもちゃんと夏があってて、多分、今、フィリピンにいるんですけど、フィリピンより夏が暑いんで、そう地元は。なんですか？意外ですね、それ。うはん。すごい上がってくるんですよ。まあ、40度まで上がってくるんで。いはいはい。すごい。うん。じゃあ、一応なんだろう、なんか初めての方とかあんまりわかんないと思うんですけど、はい。なんかあやてぃさんっていつ日本語の勉強を始めたり、なんかいつ日本に興味持ったかとか説明していただけますか？はい。なんか興味を持ったと日本語勉強し始めたのもちょっとはなんか結構違うっていうか、いはいでもはい。長い時間経ってそれから日本語勉強うんうしようんうん。と思って。興味を持ったのが15歳から、はいはい。15歳ぐらいかな。中学生の頃からうんうんうん。アニメとうんかドラうんうん。マにハマっはいて、はいはい。日本のことをもっと知りたいうなと思っんて。でもその時は確かひらがなとカタカナしかう勉強しなん。かったんですよ。それで覚えてもなかなか何も読めなくて、読めても意味が分かんなくて、あそうですね。と学校とかその高校入ってからすごい忙しくなってて、うその高校ん。卒業してもその後専門学校行ったんですけど、なかなかはいはい。勉強する時間がなくて、うとりあえず専ん。門学校卒業してからちゃんと勉強しようと思って。で、それは多分20歳の頃かな。うん。19か20歳になって、それからずっと勉強してて、もう大体4年、4、5年ぐはいはい。らいですよね。4、5年でそんなに上手くなるんですね。すごいモチベーションが高かったんですよ。いや、それいいことですね、本当に。うん。日本語能力試験って受けたことありますか？あ、ないんです。あれ受けようと思って、うん。今年は本当に日本に行こうと思って、10月には。はいでも実はいはい。はビザは下りなくて、行けなかったんで、その時は確かにその試験、JLPT の試験、うん。N2 の、あれね、N2 のレベル受はい。けようと思って、やっぱ行けなかったので、うーん。フィリピンで探してみたらありました。あ、JLPT ではないんですけど、一応日本語試験があって、はい。それは2ヶ月、2ヶ月で1回。はいはいはい。そう、来月行きます。来月の19日行きます。おー、頑張ってください。ありがとうございます。
ちょっとレそベルは3にしたんですけう。ど、うん。2位はやっぱ難しいっていうか、結構、それで勉強してたんですけど、うーん、もっと、その、日本語学校、その言語学校に行くんだったら、N2 結構高いって言われちゃいそうなんで、やっぱ N3 にしようかな。ロシアでも JRPT って受けるあ、ことであります、ありきますか？ます。ああ、あるんですね。でうも、多分ん。1年で1回か2回しかやってないんですよね。そうなんですね。そう、はいはい12はい。月と7月。あれ多分日一緒です。本も2回2回、です。はいはいはい。あ、じゃあロシアは多分1回ですよね。ああ、そうなんですね。はい。はい。その海外には多分確かに1回だけあ、で、日本は2回。そうなんですね。確かにアメリカも1回でした。ああ、そう、じゃあ同じですよね。そうですね。うん。なんだろう、なんか最初に興味持ったアニメとかドラマって何だったんですか？あ、最初興味持ったアニメは、宮崎駿さんのアニメ、ジブリ面です。白いですよね。うん。その時は全くアニメのことを知らなくて、確かにロシアにはその時は流行ってたなって思ってたんですけど、全く興味がなくて。とりあえずテなんですね。レビで見ちゃったん、テレビで見て、めちゃくちゃ面白いなって思って、いろいろ、その後、もうネットでいろいろ見てて、あ、いいうん。ねってハマりました。いいですね。なんか、ロシアでは日本の文化とか、なんかアニメとかってどれくらい人気があるんですか？うーん、結構人気があると思いまうす。フィリん。ピンと比べたら、まあ、同じぐらいかもしれないんですようね。ん。フィリピンは結構、今人気らしくうて、アニメショップ作ってすん。ごい、もう、なんか、売り上げが高いって、ああ、そうなんです結構ね。お客さんが多いんですって。多分ロシアにもそうなんですよ。私の地元は、まあ、すっごい都会ではないんですけど、それでも、まあ、今のところ多分、4点ぐらいアニメショッおお、プがあ結ります。構多いんですね。うええん。ー、そう。でもやっぱ日本と比べたら、そのロシアに、うん。うーん、届いたものは大体すごい値段が上がってます。ああ、日本と比そうなんです。べたら全然安い。今、日本と比べたらちょっと高い。日本のうん。方が安いんです。そうですよね。なんか倍ぐらいありますよね。そうなんです。か。日本には何回来たことあるんですか？トータルで4回です。ああ、そうなんですね。うん。そう、でも、1、2、1、2回目は、うん。結構短かったので、1週間しかああ、滞在してななかったんで。るほど。もう、3回目は1ヶ月。うんうんうん。で、4回目は、本当に3ヶ月だけ滞在しようと思ったうんですん。けど、ちょっとコロナ始まっちゃった時期に来てうて、ん。もう、なんか、入国はできたんですけど、次の日は全部キャンセル。それでもう帰れなかったんで、3あヶ月後あ。も。だからそれで長くうん。なっちゃいました。結局どれくらい滞在されたんですか？1年半です。全然違いますね。すごいですね、それ、逆に。うんその時は、一応、普通には観光ビザは延長はできませんっていうのルールがあって、でもコロナの時期だけで、それは、まあ、延長はできるようになったんですよ。こはいはいはれは絶対チャンスだと思って、い。とりあえずうん。できる限り延長しようと思って。やっぱ今はそれで問題になってます。多分今はそれで日本に入れなくなっちゃったかもしれないです。どれぐらい入れないかはもう何も言ってくれないし、実の理由とかも何も言ってくれないから、うん。逆に何が悪かったのか実はわかんないんですよ。え、そう、多分、日本にはオーバーステイっていうのはあるんですよ。ビザがあっても1年でそれは超えちゃったら、まあ、日本には多分しばらく入れないっていうのはあるかもしれないんですけど、どこにも書いていなくて、うん。誰に聞いた方がいいかもわかんなくて、まあ、とりあえず多分今のところ待つしかないんですよ。ああ、そっか。
なんだろう、なんか最初はラッキーだけど、今がちょっとどうかなってそう感じですよね。なんですよ。すごい嬉しかったんですよ。もう日本にすごい長くいられるなと思って。いや、実はまあそれはダメでした。うん。うからもうん。次は絶対、観光ビザではなく、留学ビザ、うんうん。学生ビザか、うんううんうん。ん、労働ビザ、私はまだ大学行ってないので、そのはいはい。専門学校なので、はいはい。ロシア人は大学がないと、あ、就労ビザを取れないので、うんうんうん、多分学生ビザ一番なんか取りやすいうんですよね。うん。なるほどね。うん、はい。じゃあ、ロシアで専門学校に行かれた感じですか？あ、そうなんです。うん。はい。そこでは日本語勉強されてたんですか？いや、専門学校はカメラ専門なので、ほそうなんぼ ですね。はいはいはい。毎日、まあ、毎回の授業は普通に写真撮ったり、撮らうん。れたりみたいな感じでやってたんですよね。あんまり、でも確かに英語の授業もあったんですけど、やっぱ、ほとんどの生徒さんは英語喋れなかったから、そもそもあんま勉強しなかったから、すごいなんか、うん、ラフな感じで、あんまり、まあ、ちゃんと勉強してな、まあ、勉強はにならなかった、あんまり。うん。翻訳ぐらいで、じゃあこはいれは翻はいはい。訳してくださいみたいな。はいはそれぐらいいはいはい。しかなかったんで、まあ、もちろん日本語はなかったんで。そっか。でもその時は今は、確かにいろいろ忙しかったから自分で勉強しようとあんま、なかったんですよね。なるほどね。あじゃあ、今を、なんだろう、なんかカメラの活動とかはされてるんですか？活動って言えば、確かに専門になったんですけど、今は一応趣味でやってます。ああー、カメラの。そうなんですね。そう、日本にいた時はすごいいろんな撮影をしてて、もうほぼ毎週どっええか出かけー、て、友達はいモデルおはい願いして、はい。はそれいはいはい。で撮影よくしてたんですけど、フィリピンに来てから確かに今は日本人の友達はできたんですけど、まだまだ撮影はしてうないです。すごくどっーん。か行きたくて撮影したんですけど、うんなかなか、なんか予定や合わなくて、あまだー、ですよね。そっかー。うん。そうですね。なんだろう、なんか、じゃあ日本生活について聞きたいと思うんですけど、はい。なんかその、日本のなんか好きなところとか、あとはいはい。なんか日本でなんかいいって思ったところと、なんかあんまり良くないなって思ったうんところっうんうん。てちょっと教えていただけますか？ はい。よろしくお願いします。はじゃあ、いいところ。結構あるんですよね。いうはいはい。ーん。何に対していいとか、例えば、外食のお店が多いっていうのはすごいいいところかなと思って、ロシアと比べたら全然なんか外食文化がなくて、ロシアはには。あまりみんななんか外でどっか行って食べい。たりはしないえですよね。あの、今は多分日本に流行ってるケバブとかはい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 。かマックしうんかなんうんうん。かどっか外で食べるんだったらそっちかはいはい。あれかこれみたいなえ感じなんですけど、ー、あんまりなんか安くて美味しそうなお店がないんで。そうなんですね。うん、まあじゃあもう、地元だけかもしれないんですけど、まあモスクワとかサンクトうんうペテルブんうんうん。ルクだと、まあみんな普通に行ってるかもしれないんですけど、はい地元はいはい。は全くなくて、すごいなんか割と都会なので、なかなか外出たらどっか行くんだったら、なんかショッピングモール行っうて、どっん。か遊んで普通になんかファストフードを食べるみたいな感うじです。ん。そうなんですうね。ん、じゃあ、大体自炊なんか家で料理してる感じですそうか、みんなんです。はい。な。ほぼロシア料理って言えば家庭料理なんですよ。家庭料理ばっかり。なるほどね。そっか、でもうなんか健ん。康的ですよね、多分。そしたら。そうですよね。うん。あと日本食も結構好きですよ。ああ、いいですね。日本食を食べれるところがいいなと思う。うーん。やっぱ今は日本に行けないから、フィリピンには結構日本食うんうん。が、そのお店が多くて、しかも、まあ場所によるんですけど、美味しいところ結構あります。
ああ、よかったです。はいはい。そうですよね。なんか、なんでしょうね。うーん、街並みの綺麗さはい。が汚くないところうんがうんうんうん多いっていうか、うんうんうん。汚くないところばっかりみたいな。うああ、ん、それはすごいみんな大事にしてるみたいな。外はいでゴはいはい。ミは捨てないとか。はいまあ、はいはい。捨てても、やっぱすぐに片付いうんうんてくれるっていうのはあるから、うん。やっぱ新宿とか渋谷の夜とか見たら、あ、すごい汚いかもしれないけど、朝になったらもうまた全部綺麗になるって。そうですね、それは確かに。すごいなと思ってて。ううん。うんん、そうあ、それをもう何回言ってたかもしれないですけど、トイレ。日本のトイレめっちゃ綺麗です。そうですよね。うどこん。でも綺麗だし、多分ロシアだと公園にあるトイレはありえないんですよ、綺麗なの。はい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 。まあまあって感じなうんで、でん。も日本の代々木公園とかのトイレはすっごい綺麗で、うん。ってね、日本はすごいなって思って、いいんですよね。確かにね。うん、まあ日本、嫌いなところはほぼないんですよ。はい。ああ、いいだからもうですね。何でも好きかもしれないですよ。自然も好きだし、国内の旅行すごい好きだったんですよね。うん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 。で、いろんなところに行ってて、あ、ここは自然がいい、この街並みがいいとか、うん、電車が好き。どこまででも行ける。はい、そうです。本当に便利ですよね。うん、うん。確かに日本人も特に好き。なんあで日本に行きーたいのは多分日本人が好きだから行きたいんです。あー、それいいうん、ですね。優しいですよね。うん、で、こっちに住んでる日本人、まあもちろんいるんですけど、フィリピンには結構、まあ、どれぐらい住んでるかわかんないんですけうど、ん。私の友達、なんか、その友達が社長なんで、はいはい。なんか、うん、日本料理、レストランバーみたいはいはいはい。な社長なんで、そこには日本人だけって感うじなんですよ。日ん。本人しか入れないんですよ。はいはい。あ、そうなんですね。そう、あんまり外で何も書いてないから、そもうん。そもフィリピン人は入ろうとはしてはないんであ、すよね。そうなんですね。そのなんか SNS で宣伝しうん。てみんな来るんですよ。でもその日本人のなんかお客さんからいろいろ聞いてて、なんでフィリピンにしたんですか、なんで日本うん住まうんないんですかって。うん。日本は仕事の話になるんですけど、その会社ですごい厳しいとか、うんうん疲れうん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 。るとか、ストレスになるからっはいて、はい。フィリピン、それではあんまないから、うん。フィリピンにしましたってなるほ言うどね。人も結構言ってて、あ、やっぱ多分私も会社に入ってそう思ったかもしれないんですよねって。逆にその会社に仕事したことないから、そのいいところしか見えなうん。いかもしれないんですよ。うん。日本人となんか日本人同士でうん。結構そういうの、なんか外国人だからっていうの、うんうん許されることはうんあんまないから、うんうん確かに、私は好きだけど、日うん本人はうんうん。そうじゃないみたいな。はいはいはい。うん。そうですよね。うん、日本のなんだろう、なんか働き方とか、なんか会社ってどう思います？どういうイメージですか？でも、確かに YouTube でいろいろ見て、それを実際に会った日本人にもうん。聞いてみたんですけど、うん。やっぱその気遣いっていううん。か、うん。上司とか、なんでしょうね、社長だったらもうこうしないといけないとか、確かに疲れちゃいますよね、毎日そうしたら。だからもうちょっと、楽で行った方がいいんじゃないかなって思っはいて、はいはい。他の海外と比べたら、日本は多分一番厳しいじゃないですかって感じ。確かに。あと残業とか、そこらうん。辺も結構厳しいかなって。もう自分は帰りたいんだったら帰ってもいいんじゃないってうん。自分は思ってます。はい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 。誰が働いてが、その申し訳ない気持ちって、本当に、誰のためになるかってあんまわかんないんですよ。
はいはい自はいはいはい。分はそれは疲れてるから、多分あまり仕事うまくいけないんじゃないですかってなるかもしれない。うーん。そしたらもう変えた方が自分のためになるかもしれはいない。はいはい。確かにね、自分のためにも仕事の効率のためにもって感じですよね。そうなんですね。確かに。え、ロシアのなんか、なんだろう、会社とか、なんか働く文化ってどんな感じなんですか？ロシア、確かに日本にはあまり似てないかもしれないんですよね。はいはい。そもそも、なんかいいところって言えば、ううん。ん、ちょっと日本より自由かもしれない。うんうん。ちょっと遅れちゃったら、それは謝ったら OK みたいな。あんうまり、んうんまあ、すごうん。い、怒られたりしないってはいは感じ。いはいはい。あ、しょうがないみたいな。でも、それはいはい。毎回は続いたら、確かにクビになっちゃうかもああ、しれない。そうですよね。でも、結構まあ場所によるんですけど、そはい。の、給料が低くて、まあ、誰でもできるバイトとかうだったら、ん。確かにちょっと厳しいなんで、うまあ、誰でもん。できるからすぐにクビになっちゃうかもしれないはです。いはい。結構それで、うん。バイトしてみたい人が多いから、逆に、ちょっとできなさそうな子だったら、もうすぐにクビになっちゃうんです。ああ、結構厳しいんですね、そこは。うん。専うん。門は、なんか専門を持ったら、例うん。えば、なんか銀行で働ける人とかだったら、うーん、その、なんでしょうね。大学を卒業しうて、そこのん。会社に入ったみたいな感じうで、それん。はもし普通に頭が良かったらとか、うん。ちゃんとお仕事してたら、まあ、全然クビにならないはずなんですよ。うん。残業もほぼないんです。うん。自分でそうしたいんだったらそうしてもいいんですけど、そう、はい。みんな早く帰りたいんですよ、逆に。ロシア人は。例えば、6時までってなったら、じゃあ、ちょうど6時に帰るんですよ。あうん。もうそうですよね。私、ロシアの会社では働いたことないんですけど、はいはまあ、いろんなバイト、まだ学生時代と、専門学校卒業した後ではバイトはしてたんですけど、い。確かに、みんなとすぐに仲良くなれるっていううんうん雰囲気があっうんうん。て、はい。なんでしょうね。確かに日本と比べたら給料が少ないんですけど、うん。やっぱ給料が高いところに行けないから、それしかないみたいなう感じで、うん。ーん、どうでしょうね。確かに仕事によるんですよね。うん。例えば IT だったら、どこの国でも多うん分すごうんうんいいい感うんうん。じじゃないかなと思う。はいはいはい。うんうん、そうですよね。うん。日本では、なんだろう、なんかその、いろいろな活動されたと思うんですけど、なんか今はい。までどんなことやってきたんですか？日本に住んでた間は、モデルモデル活動もやってみようと思っうん。て、うーん、モデルはやってたんですけど、その時はまだ YouTube は始まっていなかったああ、んだけど、そうなんですね。あと、インスタグラム、その時は頑張ってバズれそうと思っまあ、バズれるか分かんなかったんですけど、とりあえずインスタグラム頑張ろうと思って、で、その時は確かに、フォロワーは1000人ぐらいしかいなかったんですけど、それからいろいろ、うーん、モデルやってますみたいなはいはいはい。投稿して、結構いろんなうん。DM、そのカメラマンさんからいろんな DM が来たりはい。とか、あと、他のYouTuber うん。の方から DM が来て、インタビューどうですかって感じで、まあ、今日とほぼ同はいじなんですはいはい、けど、確かに。その時は、そういうインタビューたくさん受けて、じゃあ結構みんなに言われたんですけど、自分の YouTube チャンネル始めてもいいんじゃないですかって。じゃあやってみようかな。で、1年半前で、一昨年の8月、7月か8月、初めて動う画を出しん。て、うん。でも結構その時、宣伝してもらっ
たのうんで、あの、一気でめっちゃ増えてきたんですよ、フォロワー。すごいですね。いや、それで頑張ろうと思って、YouTube もお金になるし、まあ、最初の頃からもうあんまり、いや、全く稼いでいなかったんですよ。そもそも、あれ、どうしたら収益ができるか、はいはい分はい。かんなかったんですよ。うん。YouTube で稼げるようになったのは、半年後ぐらいかうな、3月。ん。3月、去年の3月でうすよね。ん。うん。うん。うん。いや、でもこんな、なんか、あんまやってなかったんですよね、モデル以外には。うーうん、ん。そうですね。でもすごい YouTuber、ですね。な YouTuber んかそこってなって。からね、なんだろう、なんか展開していってっていうか。うん。うん。旅行も、旅行って言えば、世界の旅行ではなくて、はいはい。国内、日本国はい。内の旅行すごい大好きで、うんうんうん。で、なんか、カメラマンさんに呼ばれたら、はい行きはい。ますみたいな。ああ。そしたらまあ私も行きたくて、いろんなところに、そう、友達もできて、例えば北海道とかはいはいの友はい。達とか、大阪のうん。友達できて、あ、それは会いに行きますっうて感じ。ん。日本はそんなに高くないんですもんね。夜行バスとか飛行そうですね。機とか、うん。全然、まあ、多分まあ、距離的にはそんなに遠くないんでうんすよね。うんうんだから、その旅行はすごい好きだったんですよ。うだから、日本ん。に帰ってきたら、うーん、なんか、観光系の うんうんうん YouTuber うんうん。に、なろうかな、なろうというかやってみようかなって。うん、いや、いろんなとこに行ってね、なんか友達作るの楽しいですよね。うん、楽しいです。うん。でもなかなか自分は実は英語喋れないので、ああ、外国人の友達は、まあ、日はいはい。本人以外にしかできうないんですけど、ん。それか、まあ、日本語喋れる外国人だとうんうん全然、うんなんかこうなれるんですけど、うん。やっぱそれ英うん。語勉強しないとなってあ思っててあ、もなかなか、どうしたらいいの、何から始まってもいいかな。うーフィリピん。ンにみんなタガログ語と英語なんですよ。はい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 。なんで、普通にタクシーを乗るときとか、うコンビニ行くとき、ーん。まあ、もちろん英語で会話するんです。はい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 。それそうですで、ね。私はあまり喋れなかったのに、うん。ちょっと自信を持って、あ私、なんか、レベル低いなので、なんかー、喋れるようになったっていう、ちょっとあるかもしれないんですよ。やっぱ、練習が必要なのね。はい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 。うん。でもね、なんか練習の量の問題ですよね、本当に。そうなんですようね。ん。そっか。なんか日本では、もうなんか何件ぐらいに行かれたんですか？全部、じゃあ、上から始まるうん。と、北海道の札幌とうん。富良野、はいはい。もっと下に行くと、茨城、福島、埼玉、東京、千葉、神奈川、うーんとえ、な神奈川の隣は静岡ですよね。あ、はいはいはい。はい、静岡、あと、なんでしょうね。東京らへんこれだけで、うーん、滋賀県、大阪、京都、神戸うん。うん。と、愛媛の松山。はいはいそはい。れぐらいです。九州はまだ行ったことないんですね。行ったことないんであ、す。そうです九州ね。も行きたくうて、ーん。沖縄も行きたくうて、ーん。もう、次は、次日ですね。本に来たときは うーん。でもね、結構行かれてますよね。うん。うん。そう、その時は行けてよかったなって今思ってます。多分私ぐらい日本人でもそれぐらい行ってる日本人でも少ないんですよっあー、て言われたの。だから例えば東京に住んでて大阪にしか行ったことない。あー、もう同い年なのに、なんはいはい。で 確かに。そっすごいかー。でも、気になってて。うーん。
なんか外国人の方が意外と行ってたりしますよね。なんかああ、旅行とかでそうです観光とよね。かでね。あと歴史のなんか詳しい人、はいはいはい。外国人の方が多い。確かに。確かに。うんうん、私も今は、まあ、いろんな国の歴史を勉強し始めたんです。はいはい。学校にはあんまりやってなかったうんので、うん。今すごいなんかやる気が出たっていうか、すごい気になってて勉強しようと思って。でね、今、日本の歴史もちゃんと勉強して、それかうらん。どっか、なんか美術館とか芸術館に行ったり、多分それでもっと楽しくなるかなと思って歴史いや、してて。本当に。うん。うん、ロシアではなんか日本史ってどれくらい学ぶんですか？日本、日本の歴史ってどれあ、くらい歴史、学びますああ、ロシアで？でもちょっとしか学ばないかもしれないですよ。でも、うん。でも私は学校の頃は、まあ、サボって言わなかったけど、なんか聞いてるふりして、でもはい。本当に全然全くう面白く、ん。教えるのははいはい。得意じゃなかった先生だったうん。ああ、そっか。んです。それはいはい。でみんな誰も知らないんですよ。それは歴史は確かい。にあれあったよなって感じ。でもやっぱ自分で勉強しないと、それは頭に入れないんでうすよ。ん。だから今は勉強してる歴史は、まあ、結構最初から今まで全部勉強しえて、それは確かにロシア語では、まあ、情報は全然見つけるんですけど、やっぱ日本語で、今日本語喋れるから日本語は理解できるので、日本語でもその日本のバージョンはいはい。でも勉強しようと思って。先生、難しいですよね、日本の歴史。難しいですよね。もう全然もう長くて、それは全部覚えるの難しいかなっいや、て。本当でもそれでに。も、その全部覚える、うーん、なんでしょうね。目的っていうか、目標がないから、う楽しいかん。ら勉強してるんです。うん、そうですよね。なんか無うん。理やりやらされるとね、やりたくないですよね。そうなんね。いや、もうちょっと今後悔してますよね。その時あはレクシーはちょっと勉強した方が良かったなって。今本当にゼロから勉強しないと何もわからないんですよ。もう一番最初からとか。すごい。あなんか私もなんだろう、アメリカで日本の歴史学ぶときって、戦争の時と侍終わりなんですよ。結構短いってこともうですかね。何にもやんないです。なんか信え長とか、豊うんうんう臣秀吉とか何もやらないです。ん。まあ、遠いからかな。どうでしょうそうですね。ね。うん、やっぱなんか自分の国の歴史は一番勉強するのは、そうですよそれはまあそうね。なんですよ。うん。うん、うん。なんか日本とかいろいろ回ってて、なんだよ、なんか、どこが良かったとか、何が美味しかったとか、なんか何がああ、好きでした？一番良かったのは、やっぱり選べないんですよね。ですよね、確かにね。どこでもよかった、なんか、例えば東京は都会だからそれでよかったなって。うん綺麗だうんし、何のお店でもあるし、食事も美味しいし、うん。それで、あと、なんか、ほぼ、渋谷とか新宿とか原宿とかつながってるのが結構近確かに。いし、しかもはいはい。うん。歩いて行ける距離なんで、その確かに。散歩しながらってか、本当に何でもあるっていうの。だから東京は好きなんで。うんうんあうん。と、自然って言えば、まあ、静岡とか、うーそこらん。辺はすごい自然が綺麗だから、じゃあ自然が良かったからそこも好きなんですよ。はい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 。札幌とかも行った時、すごい、12月にいたんですけど、おー。一番寒くはなかったかもしれないですけうど、もうそん。の時も雪を降ってて、マイナスそうですね。何度とかだっうーた。で、ん。それは東京から来てめっちゃ寒いと思う。確かに寒ね。くても、その時いろんなところに富良うん。野とかも行って、いや、富良野は確かに8月に行ったんですよね。その後多分札幌にしか行ってはいない。はいはい。で、札幌らへんのなんか観光地みたいなはい。で見て、いや、札幌やっぱちょっと地元に似てるかなってそうなんですね。思ったんですよ。街並みかな。うん。街並みと自然
ちょっとはい地元はいはい。に来てたから、あ、うん。これいいねって思って。はい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 。いや、北海道に来てから確かに自然はすごいロシアっぽいなって思っえて。自然ー、もあとそう。広さ。はい、確かにね。広さも地元っぽいねと。なんか、ロシアのその地元の、なんか、わかりますなんか、例えば日本と海外って姉妹都市があるのってわかりますあー、姉妹都市例え島と、ば、なんか私の地元ってシアトルっていうところで、うん、シアトルの姉妹都市が神戸なんですよ。多分ちょっとあ、似てるから。仲がいいって感じ。それか、はいはいはい。あの、同じぐらいの大きさ。多分なんか似てるプラスなんか、あそう仲いいみたいな、パートナーシップみたいな。あ、ロシアにも、あ、なんでしょう、その日本人からしたら言えるかわかんないんですけど、うん。例えば、地元だと、私の地元、クラスノダールっていう、クはいラスノダーはいはい。ル地方なので、そのクラスノダール地方の中に、大きいの町、まあ、同じぐらい、はいまあ、はいはい。大きいかの町は、まあ、ソチ、クラスノダール、はいあ、ソチってオリンピックゲームのソチなんです。でも、一番比べやすいのは多分ソーチとクラスノダール。はいはいは割い。と近いし、多分200、あ、いやでも200ぐらいかな。200キロぐらい離れてるところなんで。はい。確かに仲がいいんですよね。あ都あ、会と都会。なるほどね。で、は周りはほぼ全部田舎なんで、いはいはい。都会って言えばソーチぐらいですよ。ソーチとうん。クラスノダールぐらいですよね。うんとモスクワとサンクトペテルブルク。うん。モスクワは今の州都。で、うんサンクうんトペテルブルク元の州都。うん。ああ。昔の。そっかそっかそっか。だからどっちも綺麗なんで、どっちうも大きいっん。て。まあ、多分、都会って言えば同うんじのレベルの都会です。うん、なるほどね。うん。なんかロシアの一番好きな食べ物と日本の一番好きな食べ物は何ですか？結構難しいですね。いつも気分によって選ぶんですけど、うーん、じゃあ今は一番食べたいもの。うん。日本料理って言えば、